こんにちは、レイウッド開発の K です。今回の動画はですね、見てください。これです。この車が皆さん、なんていう車かご存知でしょうか？知ってますよね。この動画を見てる方ならもうほとんどの方が知ってると思うんですけど、ジムニーの JA11 がついにですね、発売になったということで、今回はこちらのですね、ご紹介をさせていただこうと思います。もう、やっとできました。これ初めてうちがですね、WPL Japan が、企画して、で、開発の方もですね、だいぶこちらもご協力させていただいて、本家 WPL さんと一緒に、作ったというものになるんですが、2年ぐらいですね。本格的に開発に着手してから2年ぐらい。で、構想っていう風になると、もう3年ぐらいですね。ちょうど3年ぐらい、かかって、できましたと。もうめちゃめちゃ待ち遠しかったんですけどね、僕自身も。やっとできましたと。で、まず、見ての通り、3色ですね。3色で、コヨーテ、オリーブ、で、これがブルーグレイっていう形になってるんですが、ちなみに全部かっこいいです。全部かっこいいんですけど、まず、ちょっと、一応色こんな感じですよっていうので、くるっと回しながら見ていただきますか。こんな感じで。これはコヨーテですね。これがコヨーテで、これがオリーブ。オリーブはこんな感じです。全部ですね、マット色になってます。成形状態でこうマットっていうような仕上げになってるんで、なんていうんですか、ちょっとザラザラっとした表面の仕上げになってるんですけど、これも特にマーケの K さんと僕とでですね、だいぶどうしようって迷ったところなんですけど、マーケの K さん一押しのこのフラットですね、艶消しの色に、なったんですけど、良かったなと思ってます。僕は結構ですね、艶ありの方がいいんじゃないですかみたいな話もしたりしてたんですけど、無難な意見っていうか、無難に艶ありでいった方がいいんじゃないですかみたいな、話はしてたんですけど、結果的にこのマット色ですごいかっこよく出来上がったんで、良かったなと思ってます。はい、これがブルーグレイですね。これかっこいいですよね。これ、ウッド社長がすごい気に入ってますね。なんか、アーバンな色でいいですね、みたいな。昔C14 で作ったアーバン東京っていうマシンがあるんですけど、その色にすごい似てるんですよ。はい。で、まずこれが色ですね。あとですね、これ、JA11 ジムニーということで、鈴木さんの方にですね、うちの方からちょっとコンタクトさせていただいて、いわゆるライセンスですね、をちゃんとしてますので、このロゴですね、ロゴだったりとか、こういうもろもろのこのジムニーっていう、これもですね、何度も本家 WPL さんに注文をつけてですねそうじゃない、そうじゃないみたいな何度も作り直してもらって、やっと、それなりに納得いく仕上がりになったんですけど、こういうロゴとかですね、あとは付属するシールですね、そのあたりも、鈴木ロゴ、ふんだんに使ってっていうと変な言い方ですけど、そんな形でですね、作ることが、できているというモデルになります。で、まず今回の動画ではですね、このジムに、全体像というか、こんなマシンですよっていうところをご紹介させていただきます。やっぱりすごい分解組み立てみたいなところまでやっちゃうと長くなっちゃうので、いつも通りですね、一旦全体こんな感じですっていうのをお伝えさせていただくので、その中で、ここもっと知りたいよとか何かあればですね、お気軽にコメント欄からご質問いただければと思います。はい、じゃあまずスケールですね。スケールが10分の1。やっと WPL で出せたって感じなんですけど、10分の1スケール。やっぱりジムニーって、軽自動車じゃないですか。で、軽自動車なんで、ちょうど10分の1で、このアクセルですよね。このアクセルはやっぱり今回も流用してます。いつものこのアクセルを使っていて、で、このトレッドですよね。このタイヤの幅。これがですね、その3年ぐらい前に、僕は、ちょっともうどうしてもジムニー作りたいなって思いがあって、幅を測ったんですよ。で、実車の幅もここ確認してですね、そしたらちょうど良かったんですよ。で、それならもう作れるじゃんと思って、で、WPL さんの方に作ってよっていう
連絡を何度かして、分かったよと。で、やっと本格スタートみたいな、そういった経緯があるんですけれども、この WPL のいつものこの機構といいますか、ただいつものって言っても、今回ですね、シャーシも基本新設計になっていて、で、あとでこれも紹介するんですけど、リーフスプリングですね。リーフスプリングになっていて、で、この辺もですね、結構いろいろ変わってるんですけど、このアクスルはもうずっと同じやつを使っていて、なので今回もメタルアップグレードパーツとか、その辺は流用していけるかなと。ただちょっとプロペラシャフトの長さの問題があったりするので、ちょっとこの辺またすいません、深掘りすると長くなっちゃうんで、また別動画でその辺はご紹介させていただきますけど、今までのですね、いろんなパーツ、また流用はできるような形で、10分の1で作れたと。これが今回の、ジムニー、JA11 ジムニーですね。じゃあ、ちょっとこれ、早速ですけど、どうしようかな。早速分解しようと思ったんですけど、ちょっと外観、まだ軽くしか触れてないんで、ちょっと外観いきますか。まず基本は JA11 の、ですね、ちょっとこれ、じゃあ何型なのっていうところはあると思うんですけども、基本は5型だと思っていただければいいんですけど、正直ですね、あんまり細かく、終えてない部分もあったりはするんで、もしかすると、もう超ジムニーマニアみたいなそういう方からしてみると、結構突っ込みどころはあったりはすると思うんですけれども、そこはですね、ちょっと正直お伝えしてしまうと、やっぱコストの問題ですね。ちょっとなんか別の動画でもお伝えしたことあったかもしれないですけど、結構コストの問題もあったりして、このミラーの、長さですね。本当は左右違ったりするんですけれども、ちょっとそこがこれ一緒になってるんですね。こういうちょっと細かいところまで見ていくと、あれっていうところがあったりはするんですけれども、ジムニーなんでいいんじゃないかなと。だって、もともとジムニーってもうみんないじりまくるじゃないですか。僕はなんかそういう車だと思ってるんですよ。もちろん、ノーマル前としたものがいいよという方は、これをベースにですね、もうちょっとブラッシュアップしたいところがもしあれば、そこは、ご自身でですね、また手を入れていっていただければいいと思いますし、で、多分ほとんどの人がそうなるなと思ってるのが、もうゴリゴリにいじるというのが前提の車かなと。で、皆さんそれぞれのですね、個性が出てくるっていうか、本当に10人十色で、カスタムを楽しむような、実車も含めてですね、実車も含めてっていうか、実車がそうですよね。そういう車かなと思ってるので、この10分の1のジムニーもですね、ぜひそういう風に遊んでもらいたいなっていう風には思ってますので、正直細かいとこ見ていくと、あれっていうとこあるかもしれないですけど、もうそれはいいんじゃないかというちょっとおおらかな気持ちで見ていただければと思うんですけど、こんな感じですね、全体的に。でもジムニーですよね。これ。逆になんか、細かい仕様の違いみたいなところ知ってる方いたら、これもコメントで教えていただければと思うんですけど、いいですよね、これ。ジムニーですよね。こんな感じで。で、いよいよ皆さんにもはっきりお伝えできるんですけど、うち車用車でジムニーなんかちょっと前から導入してるじゃないですか。あれ実はこれを作るための資料だったりしたんですよ。で、細かいところですね、いろいろ実写参考にしながら調整をしていったんですけれども、そのおかげもあってですね、結構いい感じでできたんじゃないかなと思ってます。もう僕も早くいじりたくてしょうがないですね。マーケの K さん先にいじっちゃったんですよね、これ。見ました皆さん。この色に近いやつ。あれ全塗装してあると思うんですけど、この色に近いやつで、もうドアとかも、なんか網みたいなのになってて、なんかすごいいじってあるやつが、結構、今回このジムニーのですね、プロモーション用の、広告とかのビジュアルで結構使われてるんですけど、あんな感じで僕も早くいじりたいなと思ってます。で、外観はこんな感じ。基本ノーマルの JA11。で、5型。でも1型から5型まで、なんていうんですかね、すごい大きな違いはないので、興味ある方はいろいろ調べていただければと思うんですけど、5型がベースになってる JA11 ですね。で、フロントバンパーもノーマル。で、リアバンパーもノーマルを、再現しているというような感じになってます。この辺も早く色をちゃんと塗り分けて作るとか、そういうのを動画していきたいなと思ってるんですけど、
はい、こんな感じですね。あと、給油口。これもちょっと先にお伝えしておくと、本当はこれもうちょっと斜め上向いてるんですよね。でこれどうにかなりませんかってもちろん言ったんですけど、これもやっぱちょっとコストの問題ですね。型から出すの難しいっていうので、ここ別パーツにしないとこう角度つけれなかったというので、ちょっとこういう角度になっちゃってるんですけど。まあいいっすよね。はい。じゃあ、これがまず見た目の部分。で、あとはシャーシの、足回りだったりとか機構の部分ですね。その辺をご紹介していきたいなと思いますので、ちょっと一つですね、分解、ボディですね、外していきます。で、このボディの外し方の動画みたいなものもですね、今回、この動画に入れてしまうとまた長くなってしまうので、またそれは別であげますので、そちらの方をですね、参考にしていただければと思います。はい。というわけで、これが今回の JA11 ジムニーの、新設計のシャーシですね。ちなみに最近、同じく最近ですね、発売されたこの C54RTR の新しいシャーシのやつあるじゃないですか。これとちょっとパッと見似てるんですけど、シャーシのフレームですね。この部分。これ似てはいるんですけど、違う形状になっているので、このジムニーのために新しく設計されたシャーシフレームと、あとはですね、ここがちょっともう今回どうしてもやってくださいって言ってすごいこだわったリーフサスですね。これがやりたかったんですよ。やっぱりジムニーなんで、ジムニーって言っても、JA11 の次からはここ普通のコイルのショップになってるんですけど、JA11 まではこのリーフスプリングっていうのがジムニーの特徴でしたっていうか、特徴ですよね。で、これを再現したくて、しかも、こう、ちゃんとシャックルが機能してるっていうような構造に、ここですね、になってます。ただ、さすがに、ここにショックをつけるっていうのは最初からはできなかったんで、後からどうにかつけれないかなっていう希望を残しつつリーフスプリングだけです。で、ここにショックの一応なんか取り付けを後からしようと思えばできそうだなみたいな感じにはしてあります。ただちょっとですね、今のところはっきりと、ここにショックアブソーバーが出ますっていうのは言えないので、言えないっていうのは、本当に全然決まってない部分になりますので、そこはこうご期待という感じで、逆にそれ出してよっていうのがあればぜひコメントください。本家 WPL さんに、ほら、こんなにみんな待ってますよって言えるんで、よかったらその、希望があればですね、コメントいただければ嬉しいです。はい。というわけで、ちょっと話またそれちゃったんですけど、こんな感じで、シャーシフレームも新設計で、リーフスプリングですね。リーフスプリングを採用してますよっていうのと、あとこれ結構嬉しいポイントだと思うんですけど、最初からですね、アクセルマウントになってます。サーボがアクセルの上にこう乗ってますので、このサーボがですね、今までのようにシャーシ側に乗ってると、カスタムパーツ使えばここにマウントできるんですけど、最初からここに乗ってる状態だと、バンプステアですね、こうサスがストロークした時にステアリングが切れちゃうみたいな。あとは左右のですね、切れ角の調整が結構シビアだったりっていうのがあったんですけれども、それがもう素直にここに乗っかっちゃってるんで、これ結構いいポイントなんじゃないかなと思います。で、あとギアボックスですね。ギアボックスはC54-1RTR で新しくついていたこれですね。これ C54 ですけど、ここのギアボックス。これと共通になってますので、モーターがですね、C1424 系、あとは C34 か。あの辺のノーマル状態だと180サイズってやつだったんですけど、それが260サイズが最初からついてますという風になってますので、よりパワフル、よりトルクフルな、走りが楽しめるんじゃないかなと思います。あとメカですね。メカは、いつも通りって言うとあれなんですけど、受信機兼 ESC っていう形で、受信機と ESC が一体型になっていて、で、さっき外しちゃったんですけど、ここからですね、線が出ていて、いつも通り、ここちゃんと LED ですね。ここ LED つきます。で、今、ペアリング待ちの状態なんで点滅してますけど、このプロポですね、D42 と共通のタイプになってます。で、ペアリング待ちの状態でひねってあげると、ペアリングしますと。で、ヘッドライト。この2灯ですね。ここが点灯するっていうパターンになってます。で、こっちもですね、D42 と共通なんで、
ステアリングのエンドポイントを、大と小切り替えられるようになっているっていうのと、あとはスロットルですね、スピードも2段階、切り替えられるようになってます。はい。というわけで、今回、この JA11 ジムにですね、出ましたよっていうのと、色だったり、あとはシャーシの構造だったりっていうところを、ご説明させていただきました。で、動画の最初でもお伝えした通りですね、まだ知りたいところとか、いろいろあったりするかなと思いますので、もしそういうところあればですね、お気軽にコメントいただければと思います。で、走行動画なんですけれども、実はまだ本体ですね、数が全然ないんですよ。うちの方も。で、まだガンガン外で走らせるというのは難しいので、マーケの K さんが撮ってくれてる、走行動画がありますので、この動画の最後にそれをくっつけておきますので、よければそれを見て、参考にしていただければと思います。で、もちろん、引き続きですね、このジムに走らせる動画、もちろんノーマル状態からがいいと思いますので、ノーマル状態で走らせる動画で、あとはカスタムしていきながら、それを実際に走らせるっていうような動画、いろいろですね、また上げていこうと思ってますので、ぜひそちらもですね、引き続きチェックしていただければと思います。はい。じゃあ、今回の動画以上になりますけれども、これですね、ちょっともう本当にみんなでどんどんいじって遊んでいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。